1993年、バスケ界のスーパースターであったマイケル・ジョーダンは突然、現役生活を引退しました。人々が彼のいなくなってしまった NBA に寂しさを覚え出す中、ジョーダンと入れ替わるかのように彗星のごとく NBA に現れた一人の男がいました。ペニー・ハーダウェイはそのプレースタイルで一瞬にして人々の心を掴んでいきました。Who have you been sizing up for the torch passing? If I look at the players today, and Hardaway is a great pick because of versatility and the things that he can do.今日はバスケの神様であるマイケル・ジョーダンの後継者とまで一時期言われたプレイヤー、ペニー・ハーダウェイについて紹介していきたいと思います。はいどうも、バンバです。皆さんお久しぶりです。今回の動画でのゴールは、ペニーの背番号1番にちなんで、1万ライクス。今まで僕も達成したことないんですけど、皆さんとだったらできるはず。このチャンネルに初めて来てくださった方は、押してくれるだけですごく励みになるので、チャンネル登録と通知ボタンのオンをよろしくお願いします。では、今回のサムネイルに協力してくださったのはエレック・ペンゴーさんです。バスケの絵を中心に NBA とスラムダンクのコラボの絵とか描いてるから、皆さんぜひインスタグラムとウェブサイトをチェックしてみてね。1989年、夢の国ディズニーワールドで知られているフロリダ州オーランドにオーランドマジックという NBA チームが誕生しました。新設チームの定めでもありますが、当初はとてつもなく弱く、誰もプレーしたがらなかったこの球団の歴史が動いたのは、1992年に怪物センターのシャキール・オニールをドラフトした瞬間からでした。NBA 史上最も試合的な選手の一人でありながら、目立ちたがり屋な性格で明るい人気者だったシャックは、マジックの球団の未来を一気に明るくし、俳優志望もしていた彼は1年目のシーズン終了後、ブルーチップスという映画の準主役として起用されます。そこでもう一人の準主役としてペニー・ハーダウェイが起用されていたことが全ての始まりでした。ペニーの地元のメンフィスでは彼のことを知らない人がいないくらいの選手でありながら、シャックは当初ペニーのことをすごくバスケが上手い俳優さんだと思っており、彼がその年の NBA ドラフト候補だということを知ると、2人はすぐさま意気投合します。シャックはマジックのフロントに1位指名でペニーをドラフトしろ、さもないと俺が出てくかもよと半ば脅すような形で要求し、1993年のドラフトがやってくると、フロントの意向やトレードの仕組みをあまり理解していなかったシャックは、マジックが1位指名でクリス・ウェバーをドラフトした時、テレビを前に怒り狂ったそうです。怖いですねー。ですがしばらくして無事にトレードが起こり、ハーダウェイはマジックの一員に。ドラフト当日に1位指名のプレイヤーがトレードされたことは当時史上初めての出来事であり、クリス・ウェバーは大学バスケで最もイケてた驚異のミシガン大学スタメン5人衆ファブ5のベストプレイヤーとして当時圧倒的な人気と実力を誇っていたため、ウェバーを手放したことにマジックのファンたちは失望していたそうですが、そんなペニーの実力を疑う者たちの声は全て彼の1年目のパフォーマンスでかき消されていきました。通常は小柄な選手が多いポイントガードというポジションの概念を、当時ペニーはかつてのマジック・ジョンソンのように2メートル1センチの大型ポイントガードとしてリーグに衝撃を与え、 NBA の未来をも先取りしているようなプレイヤーでした。この年にマジックは球団創設以降初めてのプレーオフに。1回戦、レジー・ミラー率いるペイサーズにスイープを食らい敗退してしまいますが、すでにファールする以外止める術がなかったシャックと可能性の塊だったペニーは、かつての NBA の伝説的プレイヤーであったカリーム・アブドゥル・ジャバーとマジック・ジョンソンレベルのデュオになりうる存在として見られており、この頃のマジックは NBA で最も未来が明るいチームでした。だからこそ翌シーズン、シカゴブルズの優勝メンバーであったホーレス・グラントが安定を蹴ってまでマジックに移籍してきたのも、このチームとなら NBA を支配できると本気で思ったからでした。The move on Starks. Hardaway with a spectacular maneuver to go glass. 実際ペニーにとってわずか2年目のこのシーズン、平均 20.9 得点に加え 7.2 アシスト 4.24 リバウンドを記録し、なんとオールスターのスタメンにまで選出されると、さらにそのシーズンのトップ5プレイヤーを表すオール NBA ファーストチームにも選出され、23歳にして彼は NBA を代表するプレイヤーにまで成長していました。ペニーの大躍進、そして相変わらずの怪物であったシャックはマジックを57勝25敗、イースト1位の成績に導くと、プレーオフでは1回戦ベテラン揃いであったセルティックスを倒し、2回戦ではこのシーズンに現役復帰を果たした新たに背番号45番をつけたマイケル・ジョーダン率いるシカゴブルズが立ちはだかります。ブルズが1点リードで迎えていたゲーム1残り時間12秒、マイケル・ジョーダンがまさかのミス、ペニーの速攻から逆転し、マジックはゲーム1に勝利します。
ジョーダンからボールを奪ったニック・アンダーソンは試合後に45番は23番じゃないぞと不調だったジョーダンを煽る発言をしてしまったことから本気で怒ったマイケル・ジョーダンは次の試合で背番号を23番に戻し38得点を1人で挙げ試合は1勝1敗に。ペニーはシリーズを通してジョーダンとピッペンという NBA でも最高レベルのディフェンダー2人を相手に司令塔としてチームを引っ張り第6戦にまで及ぶ激戦の末マイケル・ジョーダンとシカゴブルズに打ち勝ちます。90年代のジョーダンに泥を塗った数少ないチームとなり怖いものなしになっていた若きマジックのチームは昨年スイープされたペイサーズを相手にシャックとペニーのワンツーパンチで勝利。シャックは常に自分が主役でいたい目立ちたがり屋な性格ですがチームメイトを立てる謙虚な性格のペニーとのプレーを楽しんでおり若きマジックはついに NBA ファイナルにまで進出します。ファイナルでは前年度 NBA チャンピオンになったアキーム・オラジュワン率いるヒューストン・ロケッツと対戦。32歳のオラジュワンがベストプレイヤーであるベテラン揃いのヒューストン。なんとお祭り男のシャックはヒューストンに勝つ前から優勝を確信していてファイナル開始前の大事な期間にこれまでの苦難を歌ったヒップホップソングを収録。優勝してすぐにそれを全米に発表しようと計画を立てていました。そんな舐めた態度をチームメイトであるペニーもマジックにいるその他ベテランプレイヤーたちもよくは思っておらずゲーム1試合終盤でのニック・アンダーソン伝説のフリースロー4本外しで敗北。素晴らしい選手だったんですけどね。マジックは結局このいっぱいのショックから立ち直ることができずファイナルの舞台で屈辱的なスイープを食らってしまいました。負けはしたものの2年目のシーズンでチームをファイナルに導いたペニーの功績は大きくナイキはジョーダンに続く次のスーパースターとしてペニーを猛プッシュし始めます。ペニーのマスコットキャラクターのような存在としてコマーシャルに登場したリル・ペニー。余計なことを口走らないクールな性格のペニーとは真逆でおしゃべりで少しズうずうしい性格が当時爆発的な人気となりリル・ペニーはフィギュアまでも販売されるようなもしかしたら本人かそれ以上の愛されキャラでした。1995年に発売されたエアペニーは子供たちの誰もが欲しがる靴となっていました。翌年の1995-96年のシーズンマジックはシャックが怪我で長期間離脱するというトラブルに見舞われます。彼がいない間ペニーはマジックのリーダーとして再びファイナルに戻りたい一心でさらなる大活躍を見せチームを引っ張ります。その大活躍からシーズン途中の10代への人気投票でペニーはなんとジョーダンを抑えて世界で一番10代から人気のアスリートになっていました。当然彼はチームメイトであったシャックの人気すら超えておりこの頃このマジックというチームはシャックのチームなのかそれともペニーのチームなのかメディアは盛り上げのためにも頻繁に彼らを対立させるような報道の仕方をしていました。シャックは自分が一番でないといけない性格でありペニーはチームメイトを立てる性格なのでシャックに一番手を譲っていましたがそれでも彼についてくる凄まじい人気はそれだけでシャックの地位を脅かしていました。加えてペニーはナイキシャックはリーボックライバル関係にあった会社の対立はチームメイトであった彼らの関係性すら崩していきました。リーボックの CM ではシャックがもたれかかるとリル・ペニーの人形を倒すという CM まで公開されその CM 以降ペニーはシャックと数週間も話さなくなってしまいます。そんなトラブルがありながらもこのシーズンは60勝を挙げイースト2位でシーズンを終えますがプレーオフではイースト決勝で昨年の復讐に燃えるジョーダンとブルズに今度はスイープ負けを食らって敗退してしまいます。球団が創立して間もなかったマジックはシャックの状況をうまく解決することができず1996年のオフシーズンはじめペニーの契約を優先してシャックへのマックス契約を渋ったことに彼は失望しシャックはマジックを出てロサンゼルスレイカーズに移籍をしてしまいました。この一瞬でペニーの NBA 優勝という夢は崩れ去りチームはプレーオフすら厳しい状況に。シャックの穴を埋められる選手はリーグに一人として存在せず自分がシャックの穴を埋めなければという強い気持ちがペニーをこのシーズンそしてこれからのキャリアを通して怪我で悩ませていくこととなります。それでも1997年のプレーオフマイアミヒートとの対戦で2連敗を喫して後がなくなる中もともとアシストが好きなペニーですがこの時は点を取りに行き2試合連続で40点以上をスコアしてほぼ独力でシリーズを2勝2敗に戻します。結局次の試合に負けプレーオフ敗退となってしまいましたがこの時のペニーは神がかっていました。そしてこのシーズンはペニーがスーパースターだった最後のシーズンになってしまいました。翌年の1997年のシーズンはじめ当時の医学の技術では深刻な膝の怪我ということ以外はっきりしませんでしたがペニーは前十字靭帯断裂の大怪我を負っていたであろうと言われておりそこからスーパースターだった頃の彼の姿に戻ることはありませんでした。
99年のプレーオフでは当時どんどんと頭角を現してきていたアレン・アイバーソンと対決。マジックは上位シードながらシクサーズにアップセットを食らい、ペニーはその年のオフシーズン、ついにマジックからフェニックスサンズへとトレードされてしまいました。はじめフェニックスではペニー本人も上出来だったと語る素晴らしいシーズンを送り、彼とジェイソン・キッドとのガードコンビはバックコート2000と呼ばれるようになり、初優勝を狙うペニーはプレーオフ2回戦、同じく初優勝を狙っていたかつての同胞シャック率いるロサンゼルス・レイカーズと対戦します。ペニーは素晴らしい活躍を見せるもレイカーズに敗れ、その年にシャックは NBA を制覇し初のリングを手に入れました。NBA で最も未来が明るかったデュオを組んでいたかつての同胞は新たな相棒であるコービーと共にその後3連覇を達成し NBA の一時代を築きますが、あの時シャックがもしマジックに残っていればコービーとのデュオでシャックが成し遂げたようにペニーとシャックのデュオも間違いなく NBA の歴史を変えていたと思います。そんなことを痛感しながら最後は皮肉にもシャックのいたマイアミヒートでペニーは2008年に静かに現役を引退しました。肉体的には実際の8年前に本当は引退すべきだったと語るほどキャリアを通して怪我に悩まされ続けたペニーですが、純粋にバスケが好きだという理由だけがそれでも彼にプレーを続けさせ、今でも母校のメンフィス大学タイガースのヘッドコーチになってバスケ界の第一線に立ち続けています。ペニーが成し遂げられなかった NBA 優勝という夢に今度は彼の教え子たちが挑戦する番です。なんでね、これからはヘッドコーチとしてのペニーもそうですけど、これから NBA にやってくる彼の教え子たちもぜひ応援していきましょう。皆さんとペニーの思い出でも何でもぜひコメント欄に残してってください。最後に前回のラッキーファンはライムさん、いつも動画見てくれてありがとう。日本一熱い沖縄で日本一熱くバスケ頑張ってください。応援してます。次回はコメント欄に一番面白いコメント、それは興味深いみたいなのでももちろん、笑えるみたいなのでももちろん、一番面白いコメントを残してくれた方を一人、このペニーの動画のコメント欄から選んで関西人顔負けのツッコミを入れようと思います。それじゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録は真ん中をポチッと。Twitter や Instagram もやってるのでよかったらフォローしてください。今月末あたりに1個重大な発表するので皆さん少々お待ちを。そして最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイキーン。